こんにちは、狼子です。さよです。シティスカの続きだよ。今の人口は745人。小さな集落だね。今日もこの町を発展させていこう。そういえば、このゲームはクリアってあるのかな？それもまだわからないけど、目標は決めてるよ。目標は実績メトロポリスに相当する10万人都市だよ。おや、表示が。これは騒音の度合いだね。住宅が静かじゃないと、市民さんが不幸になっちゃうよ。市民さん、あなたは幸福ですか？それはさておき、10万人都市というと今の100倍以上だね。大変そうだけど、目標やプレイ環境は必要なら見直すよ。まだ終盤どうなるか知らないから、仮の目標だね。と、市民さんの声に耳を傾けてたら、マイルストーンを達成したね。人口900人、立派な村。市長だと思ってたら、これまで村長ですらなかった県について。市長とは、更地から市を生み出そうとする情熱そのものです。警察署と消防署がアンロックされたね。つまり、犯罪と火事が起きるんだ。顔見知りじゃない人も増えて、目が行き届かなくなってきたのかもね。消防署は同じ性能でサイズとデザイン違いのがあるみたい。DLC か建物のテーマあたりで追加されたのかな。まあ片方あればいいね。置いておこう。警察署も同じくだね。あら、診療所を忘れるなって通知が。診療所や学校も見た目が何種類かあるんだよね。立ててない側の通知が永遠出てくるってことか。さすがに煩わしいから後で表示させない方法を探そうか。それから条例も設定できるようになったね。節電や節水、インフラの負担を軽くできるんだね。うまく使えば経費削減できそうだけど、爪の最適化かフレーバーってところかな。今はまだ粗い調整で拡大する方が大事そうだね。お金で解決できることはお金で解決するよ。今度は何の表示かな。天然資源だね。木があるところで林業したり、肥沃な土地で農業したり、地の利を生かした産業ができるよ。この土地には木と鉱石があるみたい。あ、ゴミ処理が間に合ってないや。埋め立てすればたくさん処理できるんだけどね。本当にただ集めるだけだから、そのうち溢れちゃうよ。未来に負債を残して発展するか、エコに気を使って発展を遅くするか。難しい問題だね。みんなで考えてみよう。これそういう動画じゃないです。地区を塗り塗り。住宅街がディーン地区という名前になったね。条例を決めるときは、この地区単位で決めるよ。住宅街にだけ節電を要請したりできるんだね。おっと、電力不足。風力ばっかりだけど、他の発電も使った方がいいのかな。建てるならまた融資が必要だね。ここでまたマイルストーン。人口1400人、ちっちゃな町。アンロックされたのは公園と水路とか景観に関するものかな。大雨で水害とかあるのかな。災害は別の DLC だったはずだけど、どうかな。予兆が出たら対処することにして、今は放っておこうか。市長は悠長。こんなんじゃこの町守れない。突然の批判に失笑。困難なこの道、歩みは止めない。よっ。あとは高校だね。この世界だと、小学校の次は高校なんだね。下手に日本と比べると不自然だから、そういう異世界だと割り切る方針だよ。世界観にも不気味の谷はあるんだね。改めて、融資を受けるよ。負債が増えるよ。やったねさよちゃん。癒しを求める市民さんのために、
公園を植えるよ。公園も種類がいっぱいあるね。まだちっちゃい町だし、相応なちっちゃな公園から始めるよ。いや、大きいよ。これは想定外。詰め込んで作ってるけど、そのうち再開発が必要かもね。こっちはユニーク施設。効果の割に費用が高いね。ちっちゃな町には似つかわしくないから、お預けだね。とりあえず、次は高校。これはまた大きい。こっちの高校は同じスペックでこのサイズ。設定間違えてませんか？あとは教育ボーナスをもらえる図書館だね。どういうボーナスかわからないから、とりあえず学校の近くに置くよ。後日の調べによると、学校とは別でわずかに教育ができるんだって。図書館は娯楽効果もあるからね。楽しくて学びになるならそれで OK だよ。この辺の電柱も片付けたいね。電柱は住宅マスを潰しちゃうから扱いづらいね。あ、諦めた。一度完成したシステムのリファクタにはそれをする理由が必要なんだよ。秘伝のタレの熟成が進むね。浄水が足りない気がしたけど、そんなことはなかったよ。電力切れで揚水能力が低く出てるみたい。そろそろ別の発電も検討しようか。そこで今使える石炭発電所を見たら、発電量が5倍に対して施設の維持費が7倍だったよ。じゃあ風力でいいじゃん。じゃん。この谷は常に風と共にあるのじゃ。ここも時期不快に沈む。はい、今回はこんなところかな。今回は警察署や条例、決まり事が増えたね。社会を作っている感じがしてきたね。名誉住人の皆様からのコメント、高評価、チャンネル登録などありがとうございます。ではでは、バイバイ。